2024年7月上旬、高原地帯を巡りながらアリの探索を行いました。たどり着いたのは標高約700メートルの高原地帯。美しい緑に心を癒された後は、開けた場所を中心に目的のアリを探します。目的のアリは赤山アリ。本州ではある程度標高のある地点でしか見ることができない寒冷地系のアリです。今回の目的は赤色が美しい赤山アリたちのフィールド観察だけではありません。7月はちょうど赤山アリの結婚飛行が始まる時期なのです。赤山アリたちの生息地を注意深く探していくと、幸運にも結婚飛行後の赤山アリの新女王を見つけることができました。今回はこの新女王を採集して持ち帰り、飼育をしてみることにしました。特殊な生態を持つ赤山アリがコロニーを形成し、成長していく様子をどうぞごゆっくりお楽しみください。それではまず赤山アリの生態について確認をしておきましょう。赤山アリの生息地は北海道と本州の中部地方以北、国外では中国や朝鮮半島、ユーラシア大陸の中部以北まで広く分布しているようです。営巣形態は土中営巣性。山アリ属の多種から繭や幼虫を奪う奴隷狩りを行う種として知られています。結婚飛行は7月から8月。日中に飛行が行われ、営巣地周辺の草地など開けた場所で新女王が見つかります。それではここからは社会寄生種である赤山アリがコロニーを立ち上げていくまでの過程を見ていきましょう。2024年7月3日、この日結婚飛行を終えた赤山アリの新女王。一般的な種とは違い、この新女王単独ではコロニーの立ち上げは叶いません。7月4日、準備ができたので赤山アリを小さなタッパーに移します。タッパー内に近くの石化から採集した黒山アリの繭とワーカーを入れます。実際にはワーカーは必要ありませんが、赤山アリの新女王の行動を観察してみます。赤山アリの新女王は黒山アリのワーカーに出会うなり素早く攻撃を仕掛けています。体格の勝る赤山アリは黒山アリに対して全くひるんでいませんね。約2時間後、赤山アリの新女王に襲われた黒山アリのワーカーたちは皆攻撃を受けて瀕死の状態になっています。赤山アリの新女王は全くダメージがないようですね。さらに数時間後、赤山アリの新女王は黒山アリの繭を一箇所に集めていました。ワーカーには激しい攻撃、繭や幼虫は丁寧に集める。赤山アリの新女王は明確に両者を区別していることがわかります。7月11日、旅先から帰宅したところで飼育室に移します。餌場に赤山アリと黒山アリの繭を入れて、石膏室内へ自力で引っ越ししてもらいます。7月23日、室内では黒山アリの羽化が始まっていました。羽化した黒山アリのワーカーたちは赤山アリの女王を親であると認識し、赤山アリのコロニー創設へ向けて女王を支えていきます。7月27日、黒山アリのワーカーたちはすべて羽化しました。室内が安定してきたところで
赤山アリの女王のもとに卵塊が確認できました。産卵の開始です。8月4日、赤山アリの女王を中心にコロニーはすっかりまとまっています。巣内では幼虫が孵化し、すでに成長を始めているようです。8月14日、幼虫が成長し、繭が現れ始めました。8月23日、繭の数が増え、一部は裸葉になっています。繭と裸葉が混在するのは山アリの仲間ではよく見られる現象です。8月26日、赤山アリのワーカーが羽化しました。色の薄い小さく華奢なワーカー。本来であれば黒山アリよりもずっと体格の良いはずの赤山アリですが、初期ワーカーは黒山アリよりもさらに小さいサイズです。羽化した赤山アリを黒山アリが世話しています。9月16日、この夏に生まれた赤山アリのワーカーがすべて羽化しました。体色もしっかりと色づき、赤山アリらしくなっています。体のサイズはまだ黒山アリよりも小さいですが、コロニーの成長に伴い徐々にサイズアップしてくるはずです。これで赤山アリの初年度のコロニー創設は完了です。2025年2月24日、赤山アリの初期コロニーは無事に冬を越えました。もうしばらくすれば再び産卵が始まるでしょう。赤山アリはコロニーが成長してからもある程度定期的に奴隷狩りを行います。奴隷狩りの対象は黒山アリ、山黒山アリ、ツヤ黒山アリなどが挙げられ、飼育するには常にこれら黒山アリの仲間の繭を導入する必要があります。手間はかかりますが、奴隷狩りによる社会規制という興味深い生態を観察するのはとても貴重な経験となるでしょう。いかがだったでしょうか。山アリ属最大の体格を誇る赤山アリは、他種の巣を襲い、飼育奴隷として幼虫や繭を奪う奴隷狩りを行うアリでした。見た目の美しさや生態の興味深さが大変魅力的なアリである反面、飼育には少々手間がかかります。しかしながら、このような魅力的なアリが日本で見られるというのもとても素晴らしいことではないでしょうか。赤山アリを見かけた方は、ぜひ観察や飼育を楽しんでみてください。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。